動画をご視聴の皆さん、こんにちは、ゆうです。今回ですね、バイナリーホスピタルということで、バイナリーでね、あんまりうまくいってない人だったり、これから始める人、そんな人に向けて動画を作っていこうと思っています。で、なんでこんな初心者向けの動画っていうのを作ろうかなと思ったかというと、たくさんの人がね、現在 U の LINE アットの方に登録していただいて、たくさんの相談をいただいてるんですけども、その相談で、最初の方はこう中級者、上級者の方が非常に多かったんですけども、最近その暗号通貨が流行って、その暗号通貨の影響を受けて投資を始めたいという方が本当に多くなってきて、そのうちの一つとしてそのバイナリーオプションを知りましたという方が多いんですけども、その方々にこう返答をしていると、ものすごいこう量で大変なので、今1万人ぐらい超えてるので、ちょっと大変だなと思ってるので、動画でこうまとめてね、皆さんに回答していこうと思っています。ただこれは初心者向けっていう風なお話をしてるんですけども、そもそもこうバイナリーオプションでこううまくいくためにはどうしたらいいか、そういうところからこうお話ししていけたらと思うんで、上級者だから、今現在勝率がいいから、2017年、2016年と、ちゃんと勝ってきたけども、これからの相場ね、どうなるかっていうのは僕らにはわからないことで、その相場でもこう乗り越えられるように、どうやったら戦っていけるかっていうところをお話ししていけたらなと、思っています。で、ただただこう、パワーポイントでね、レジュメまとめて、こう提供していても面白くないので、せっかくなんでね、こう、バイナリーホスピタルってちょっと面白いような、感じにして、なんかね、テイスト変えてやっていけたらと思ったので、こういうバイナリーホスピタルという名称にして、やっていこうと思います。で、この、今回ボリューム1というところで、投資で稼ぐためのマインドとサイクルについてお話ししていこうかなと思っています。で、そもそもね、そのバイナリーホスピタルって何なのかっていうところからお話しさせていただくと、損益分岐勝率、ギリギリな人とか、様々なシステムを使用して負けた人、デモだと勝てるけど本講座で勝てない人とか、バイナリーを始めたけども何から始めていいかわからないと。テクニカル分析が困難でなかなか勝率を上げることができないとか、そういった方々に向けて、動画の方でお話ししていこうかなと思ってます。いわゆる、初心者、中級者に向けての講座であるよということをご理解ください。なんでね、ベテランさんが見ても多分ね、ボリューム1、2ぐらいは、あんまり面白くないかなと。ボリューム3ぐらいから、どうやったら勝率を上げていけるか、具体的に、っていうところをお話ししていきます。まず1、2にね、初心者向けとは言ってるんですけども、散々ね、どこかで聞いたことあるようなお話かもしれないし、僕もこれは、以前講義をしていたので、その講義の中でも散々言ってたこと。ただこの1、2ができないから結局みんな負けてるんだよってことが理解できなくてね、すごく悩ましい点なんですけども、改めてこうリマインドっていう意味でも聞いてくれたら嬉しいなと思っています。で、負ける人の病気一覧というところでね、自分がどんな患者なのか、軽症なのか通常なのか重症なのか、について、ここを見てね、悟ってくれたらなと思います。軽症患者どんな人かっていうと、もうメンター探し病ですね。メンター探し病、30秒トレード大好き病、システム大好き病、素人で大金儲けたい願望強すぎ病と。これらは一番最初によく、あることかなと。思ってます。その30秒トレード好きな方って非常に多いんですけども、その30秒トレードってもうバックテストが取れない。正しくは取れるんだけども、MT4 ずっと回しっぱにしてオフライントレードにしなきゃいけないので、結構大変なんですよ。で、これをじゃあ年間分取るって考えたら、最低そのオフラインチャートでね、もう3年以上、足が多いから2年ぐらいでもいいんですけどね。2年ぐらい分最低取らなきゃいけないし、2年分くらい取った上でそこまでいろいろ改良して、で、その短期的なノウハウだから結構勝率的にもブレやすい、ね、連勝したり連敗したりっていうのが、こう激しい分野なのでね、かなり、ここはブレるんで僕はあんま推奨したいんですけども、バイナリー始めたての人は結構好きな方が非常に多いようで、それはもう病気の一種かなと僕は思ってます。で、メンター探し病っていうのも、とりあえずなんかね、すごい人に教わればいいみたいな感じなんですけども、すごい人に教わっても、なんか、しょぼい人に教わっても結局自分次第なところもあるので、
結局自分がね、メンタルが管理できないとか、資金管理できないとか言ってたら、もうどうしようもない。なんでもうこれも、いわゆる、本人次第だよってことが理解できてないんで、まあ、これももう、患者さんの対象かなと。あとはその投資だから大金が儲かるんじゃないかとか、最近だと本当に暗号通貨が流行ってね、エーダコインがなんか360倍、70倍ぐらいになりましたとか、まあ、リップルがね、年初から100倍か、100倍ぐらいになりましたとか、本当にいろんなお話がね、あったりするんですけども、まあ、そういう倍率だけを見ていて、実際に投資ってその大金を儲ける世界では実はなくて、本当にこう地道にね、例えば副業って本当にたくさんあると思うんですよ。人を紹介するビジネスとかもあれば、そういう貿易、まあ、転売とか、広告アフィリエイトとか、そういったことがいっぱいあるんですけども、その中でも投資だったらなんか儲かるみたいなイメージってどっかにあると思うし、まあ一番最初僕も投資の世界に入るときって、そういうのがありました。投資イコール大金儲かるみたいなのがあったんですけども、実はね、一番本当に地味で大変と。いうのが今だからこそ分かります。バックテスト取ったりフォワード取ったり、たくさんの検証を繰り返して、ああだこうだっていうのをこうね、たくさん揉めて、で、揉んだ時に、いい結果が出て、で、0.5% 勝率上げることがすごく大変というのもね、BO アナライザーとか使えば分かると思うんですけども、本当に大変なんですよね。グラフ値を右肩上がりにするとか。そういうのが本当に大変な世界だなっていうことを理解できてない方が多いなと。まあ、これはね、しょうがないなと思ってるんで軽症患者としましたと。あとはシステムで、とりあえずなんかね、矢印出ればいいやみたいな感じも多いなと思ってます。で、通常患者、まあこれはある程度こう取引されてる方ですね、に多いんですけども、深夜に出来高がなくてね、負けちゃう。まあこれ1分トレードしてる方非常に多いと思いますね。ハイローがね、引き分けで負けにしてるので、去年からそうなったんですけども、その出来高なくて引き分けで負けて、またマーチンして負けたりとかね、深夜になればなるほど負けていくと、出来高がなくなればなくなるほど、厳しくなると。ボラが多少あるとね、勝ちやすいんですけども、ボラがないときは相当厳しいなと。まあ、それ分ペイアウトもね、上がって 1.9 倍という感じにハイローの方はなっているんですけどもね。はい。で、次、相場が荒れて自分も荒れちゃう病。これ割と多いですね。例えば LINE トレードしてる方とか、逆張りノウハウの方ですね。すごく多いんですけども、トレンドがあまりにもこう強い時っていうのがあると思うんですけども、そういった時にね、追っかけて、相場が荒れてるなと思ったら引けばいいものの、そのシグナルが鳴ったりとか、自分のいわゆるノウハウの水準に入ってしまって、その水準でエントリーして負けちゃったからやけになるという方。で、相場が荒れてるのに自分も荒れちゃうと。いう方はもう病気ですね。はい。それはしょうがないなとは思うんですけども、一番最初、少しやり始めて多分半年から1年ぐらい経験してる方に多いんじゃないかなと、思います。で、次に実績疑う病。もうこう商材マニア病と別名呼んでるんですけども、こう商材マニア病はね、本当にね、病気っすね。もう病気中の病気ですね。もうこれ重症患者に入れたいんですけども、別にそんな取引に、そんな影響がないということが通常患者としたんですけども、とりあえず人のことを疑いまくる。もうこれ病気ですね。投資ってそのいろんなこうノウハウがあったりとか、いろんなインディケーターがあったりとか、いろんなバックテストの結果があったりとか、EA とかね、本当にたくさんあるんですよ。ただね、これ一番最初は信じちゃった方が絶対にいいです。で、実験してみるっていうことが大事なんですよね。でもその実験しないでとりあえず疑ってこれ詐欺だ、クソだ、嘘だと、いうふうにこう口を揃えてね、言う方っていうのは非常にもう勝ててない方が多いですね。なんか多分ね、これよくあるんですけども、稼いでる人ほどやっぱり信じ込む方っていうのは多いですね。で、一旦信じてこれすげえなと。じゃあちょっと俺も実験でバックテスト打ってみようと。いうふうにやる方っていうのはやっぱり自分の経験値がどんどん、積み重なっていくんですよ。で、ある程度こうバックテストを打っていくと、このノウハウ RSI60 と70の水準だったら、だいたい勝率がこれぐらいっていうのが分かってくるので、類似したノウハウっていうのの勝率がだんだん分かってくるんですね。自分の中でこうストックが溜まってくるんですよ、ノウハウの。で、どんどんこう自分の知識がついてきて、このノウハウとこのノウハウ、インディケーターとインディケーター組み合わせたら多分相性いいなっていうのもわかるし、それを組み合わせたらどんぐらいの勝率が出るかっていうこともおおよそ頭の中で把握できるようになるんですね。で、疑ってる人っていうのはこういうのやらないから、自分の中でそのノウハウのストックっていうのが溜まっていかないんですよね。自分がやってるものが全て正しいと
思い込んでしまう方が非常に多くて、でそういう方は当然だけども自分の知識、知恵っていうストックが溜まっていかないから、当たり前だけどもお金が稼げるようになるとか、勝率が上げられるとか、いいノウハウを持ってるっていうのは考えづらいなと思ってます。もしかしたらね、すごくその商材マニア病でもめちゃくちゃ稼いでる方がいらっしゃるかもしれないんですけども、僕はなんかその100億とかね、200億運用している方と、お話しさせていただく機会っていうのも多いんですけども、そういう方々はやっぱりね、疑うってことをせずに、どんなノウハウなのってむしろこうガツガツ聞いてきて、自分で調べて、で自分の知識、知恵にして自分のね、その EA とか、シストレに活かしていくっていうことが多いなと思ってます。で、僕自身もやっぱりそうですね。いろんな人とお話しする機会っていうのがあるので、一発目はやっぱ信じますね。で、バックテスト取ってダメじゃんって言ったらもうその人ともう関わんないですね。あ、なんだこいつ口だけかと、いうふうに、話すことが多い、思うことが多いなと思ってます。で、次にインジマニア。これはすごくインジケーターのね、知識っていうよりは、インジケーターそのものをたくさん知ってるんですよね。例えば、ね、ADX とか CCI とか RSI、RCI、ストキャス、ボリンジャーとか、本当に様々なインジケーターのことは知ってるんですけども、インジケーターそのものがどんな役割を示しているのかっていうことを理解してない方ですね。インジマニア病と僕は呼んでるんですけども、もう画面いっぱいインジみたいな感じですね。もうそれもある程度やってきてる方っていうのはもうそういう病気なんだなと思ってます。で、重症患者。もうこれはね、本当にね、重症患者の方の方がバイナリーは多いですね。軽症通常の方が少ないなという印象です。で、とりあえずエントリー中毒のね、ポジ病って僕らは呼んでるんですけども、僕がですね、僕らっていうのは僕がですね、呼んでるんですけども、とりあえずね、ハイローの画面みたいなエントリーしたくなっちゃうやつなんですよ。で、シグナルなったらとりあえずエントリーしちゃう人。もうこれはもうポジション取りたくて、もうとりあえず目の前のお金を増やしたいっていう願望があまりにも強い。で、結局、それが勝った負けた一喜一憂して、本当に日でしか見れない人ですね。もうこれはもう病気中の病気ですね。本当に。もう ICU に入院していただきたいぐらいの方です。もうこれなかなか治んないんですよね。その目の前のお金が、大金がね、一気に増えた経験がある方ほど多いんですよ。1日で例えば50万、もともとね、日給5万円、4万円の方が、いきなり1日50万円ぐらい稼いじゃうと、この病気になりがちです。で、まぐれで勝つことってやっぱり1日単位だったら全然あるし、言えば月間単位、1ヶ月単位で、勝っちゃうことってあるんですよ。シグナル系でもね。ただその年間でどれだけやっぱり大きくプラスにしていくかっていうことが大事で、1ヶ月単位で、今月100万買ったけども来月200万負けましたじゃ本当に意味ないんですよね。1年通してどれだけ利益を上げるかっていうのが投資の世界で非常に重要なこと。だから、暗号通貨だってね、年間で何倍になりましたっていうのをね、いろんなメディアが発表してますけど、年間なんですよ、やっぱり見るのって。月間で何倍ですっていうのをわざわざメディアって発表しないんで。だからそれだけ投資の世界って年間で見ることが重要だよって言ってるのに、1日とか1回1回のエントリーで負けました、勝ちました、一喜一憂してたら、本当に投資で稼ぐなんて本当無理。向いてない、むしろ。ってぐらい、大事なことっていうか、エントリーとか、いちいちするなと、それ以上に大事なことが、あるんだよってことを理解してほしいなと思ってます。で、あとは一回負けてベッド病と、マーチン病というふうにお話、僕がしてるんですけども、この、ね、ライントレードとかしてる方は一回負けてね、ライン割ってからどんどん追っかけてマーチンで3回、4回って打って、結局全部ね、ハイでかけてるのに、全部陰線引いちゃいましたとか、それで資金溶かしましたなんて人もいるし、なんかもう、これはもうマーチンしてる人は本当センスないなと思いますね。マーチン教えてる人はもっとセンスないですね。はい。で、次がシグナル、興奮病と。もうシグナルになったらもうエントリーしたくて仕方がないっていう方ですね。もう早くクリックがしたいみたいな。もう病気。お疲れって感じ。直してください。シグナルにいちいち興奮してたらもうどうしようもない。次、ある程度相場見れてプライド激高病、親父トレード病と呼んでるんですけども、これは最初に、通常患者でも言って商材マニア病にもよくあることなんですけども、この親父トレードって何かっていうと、もう自分のノウハウが正しいと。自分のトレードが本当にこれ以上ないって思い込んでる人は本当に痛い目見ます。
自分のトレードが正しいかどうかっていうのは本当に1年間の結果でしかわからないことなので、今買ってても1年間勝てなきゃ、意味がないっていうこともご理解しなければいけないし、自分のトレードが正しいっていうのをずっと思い込んでしまうと、いいノウハウってもっともっといいのってあるはずなんですよ。常にね。で、そこにやっぱりたどり着くためには、非常に重要なことなんですけども、まず自分のプライドはなくしましょうと。自分はまだまだだと。謙虚に生きるっていうことは相場では大切なんですよ。もちろん、相場ってね、戦争ですよ。お金の取り合いなので、戦争なんだけども、謙虚にお金を取ろうってことですよ。謙虚にお金を取ろう。こいつらを食ってやるっていう気持ちで、トレードするんじゃなくて、こいつらがどんな考えをして、どんな思考、どんな考察をして、この相場に向かっているのかっていうことを考えなきゃいけないんですね。で、その中でじゃあ自分が、俺は勝てると。俺のトレードは正しい。お前らなんかぶち殺してやんぜ、みたいな。ね、気持ちで相場に向き合ってても、じゃあ、あっちが臨機応変な対応してきた時に自分が臨機応変な対応できなければ、当然食われるわけ。相場って。だから、自分のプライドっていうのは全部なくした上で、相場をフラットな目線で常に見る。ということが大切だよと。なので、これも重症ですね。親父トレード理論。はい。直してほしいなと思います。そんな人に向けて今日お話しするんですけど。デモだと、勝てると言語する病。デモだと勝てるんだけど、本講座だとなんか勝てないんだよなと、いう方。デモ講座と本講座ってまるで別物です。何が違うかっていうと、まず、デモだと約定しやすい。あとスプレッドがない。もう一つが、自分の資金じゃないから他人のお金で運用するからメンタルが違う。この3点がまず違うんですね。なんでデモで勝つけども、本講座で負けるっていうのは全然当たり前にあることなんで、デモだと勝てるんだけどもっていう方は、相場をちゃんと見れてない、落ち着いてない、またそのトレードが間違えてるっていうことになりますので、はい、直した方がいいと思います。とりあえず僕はこの患者に向けて今日は、お話をしていきます。重症患者の方は本当にちゃんと聞いた方が、いいかなと思います。で、今この話を聞いてね、少し腹立った方もいるんじゃないかなとか図星だなとか、思ってしまう方もいますけども、まずそのフラットな目線でこの動画を見るってことが大切。僕が言ってることが正しいわけではありません。ただ僕は少なからず、皆さんより利益を上げてるっていう自負がある、自信がある、ので、お話しさせていただいてます。だからあくまで参考にすること。参考に。だからそれを踏まえた上で自分がフラットにして、まさに商材マニア病みたいに、頑固にならない、親父トレード病みたいに頑固にならずに自分のプライドをまず捨てるっていうことをして、フラットな目線で動画を見てください。で、投資においてじゃあ重要なことって何かと、お話しさせていただくとですね、まずメンタル、これはもう何回もどっかで聞いたことがあるんじゃないかな。で、次にマネーマネジメント、次にバックテスト。この3つが本当に投資において重要なこと。バイナリーオプションにおいて重要なことになります。で、その、メンタルとか、もう資金管理、マネーマネジメントっていうのは資金管理なんですけども、散々言われたかと思うんだけども、改めて言いますね。で、まずメンタルなんですけども、相場に合わせて取引を行うと。あくまで僕らのノウハウ、自分たちが持ってるノウハウってあると思うんですね。視聴者さんが持ってるノウハウ、僕が持ってるノウハウ、世界の方々がいろんなノウハウを持ってると思うんですけども、それは今まで過去に、あったね、相場出来事に対して確率から導きられて、その確率をもとに僕らは取引をしているわけですよ。だから相場が変わることがあったら僕らのノウハウが適用されないことも当然あるわけ。で、それがいわゆる負けっていうものになっていくってことを理解しなきゃいけない。ってことは、いちいちね、熱くなってたらね、疲れる。だって確率をもとに戦ってんだから。それこそ勝率ね、53.19% 以上あればお金が増えるんで。だから2回に、100回やって53回勝てばいいんですよ。54回か。勝てばいいんだから、46回は当然負けるわけ。って考えたら気が楽なはず。で、それでいいんだもん。54回勝てばお金増えるんだもん。それでいいんですよ。いちいちなんか8割9割頑張って勝とうっていう意識じゃなくてね、本当に100回トレードして54回勝とうっていう精神でやればいいと思います。だから、いちいちね、一喜一憂してたらキリない。だから心がどんどん持ってかれて、で、心が疲れていくと雑になります。
集中力が切れてきます。で、集中力切れてくると相場の見方っていうのも非常に悪くなります。で、相場の見方が非常に悪くなったら当たり前だけども雑なトレードになる。で、雑なトレードしたらお金がなくなる。で、お金がなくなったらどうなるかって取り返そうとします。で、取り返そうとしてまた負けたらまた熱くなるっていうループ。で、これが、9割ぐらいの人がこれにハマって、負ける。で、その 10% が、それができるから勝てるっていうのが、バイナリーオプションの世界。だからね、みんなが熱くなればなるほどね、僕みたいなトレーダーって儲かるんですよ。当然だけども、相対取引だから。だからそういうね、勝ってるトレーダーにお金を取られないためにもクールに取引はしましょう。頭は熱くていいです。しっかりね、この相場を食ってやろうという気持ちで見てやる気持ちはいいですよ。ただ心はクールに、こいつらどんなこと考えてるのかなとか、どんなローソク足、プライスアクションを起こしていくんだろうっていう、その事実に、目を向けなければいけないんですね。で、これをやらなきゃ、あなたがね、すごくいいツールを持ってる、シグナルノウハウを持ってるってなっても、全部ダメになる。全部ダメになる。意味がないんですよ。例えばね、100万、200万した商材買いましたとか、なんかシグナルツール買いましたとか、なんかいろいろ来るんですよ。これ、なんか高い人だと1000万ぐらいのね、ツール買いました。でもなんかトータルで300万ぐらい負けてますみたいな方もいらっしゃって、いやいやって。多分ね、そのツールいいのかもしれないし、まあ悪いのかもしれないけど、わかんないけどもね。俺が見てないから。わかんないけども、でもね、自分自身に悪い可能性の方が非常に高いですよ。シグナルもダメだと思います。ダメだと思いますってあんま言っちゃいけないけど、僕はね、シグナル結構嫌いな人だからね、否定するタイプですけども、自分でね、裁量でやるのが一番最強って思ってるから、自動売買より本当に最強だと思ってますよ、裁量は。だから、なんですかね。シグナルばっかりにこう頼ってないで、ちゃんと自分のメンタルちゃんとできてましたかって振り返ってほしいんですよ。以前の動画でも僕はお話ししたんですけども、一回一回の取引に日記をつけなさいと。どんな感情で取引をしたのか、どういう状況だったのかって日記をつけた方がいいよっていうふうにお話をしてるんですけども、まさにね、自分のこのメンタル管理をするための日記だよっていうことです。だからね、ちゃんと管理した方がいいですよ、自分のメンタルは。で、これ言われると、はいはい、どっかで言われたことありますよとか、もう聞き飽きましたよって言ってるんですけど、そういう人が負ける。で、いつまでも負けたかったらそうしてくださいって感じ。で、次、マネーマネジメントなんですけども、資金管理ですね。資金管理を徹底しましょうと。絶対にマーチンをやらない。マーチンの損益分岐っていうのは 78%、78. 点ちょいですね。なんですけども、78% のツール、まあ、いわゆる勝率 80% のツールで、単発エントリーって、基本的に僕は一回も聞いたことがなくて、単発で 80% バックテストであったら、その人神ですよ。本当に僕が教わりたいぐらい、お金払ってでも教わりたいなと思うぐらいですね。そんなノウハウね、なかなか出せないし、僕でもやっぱり、まあ、最大で出してもやっぱり 70% 後半のノウハウですね。がやっぱり最大ですね。まあもちろんそこから裁量を加えていくから 80%、90% っていうふうに勝率を上げていくことができるんですけども、やっぱバックテスト、過去の、形跡からいくとやっぱり僕はそれが限界だなと、僕自身は思ってます。もしかしたらそれ以上にすごい方がいらっしゃるかもしれないんで、その方は本当に素晴らしい方だなと、僕は思っています。で、マーチンなんですけども、78% 以上なければいけない。だから、シグナルツールが勝率 80% あるツールですって言っても、結局 2% の利益しかないんですよ。で、2% の利益、マーチンでの 2% の利益って本当に小さくて、負けてやけになりやすい、約定問題がある、などなどいろいろ加味していくと、実際 85% から 90% ないと、本当に危ないんですね、マーチンやるときって。バルサラって言って、破産確率を出すものがあるんですけども、ぜひ Google で検索してみてほしいんですけどね。バルサラの確率表で破産確率をぜひ知っていただきたいなと。勝率が例えば 55% で、まあ、ペイアウトが 1.88 倍だとした時の、破産確率。淡々とやったら確かね、60% ぐらいで確か 8% ぐらいなんですよね。ってことはね、8% だったらそうそう破産しないはずなんですよね。まあ、破産するってことは、何かしら問題がある、っていうことです。で、マーチンは絶対にやらない方がいいっていうのは、ペイアウト2倍じゃないものでのマーチンの破産確率って本当に恐ろしいんですよ。本当に恐ろしい。いちいちここで僕は公言しないんですけども、マーチンやってる人っていうのは多分ね、何度か破産してるはずなんですね。講師含めて。で、本当に自信があったら10万、20万のベットしてるはずなのに、講師そのものがね、
5万ぐらいの取引しかしてなかったら本当に、偽物だと思った方がいいですね、マーチンに関しては。だって、60% の勝率の方が儲かりますからね、単発。しかもリスクがない。ドローダウン確率が極限に低い状態。で、マーチンするとドローダウン確率っていうのは異常に上がっていきます。はい。なので、当然ですけども、破産確率っていうのはぐーんと上がる。っていうことは負ける確率、またはメンタルが管理できないその 90% の方々が取引をした場合、ほとんどが勝てません。当然ですけども。だからそのツールを買った 10% の人間しか勝てないってことです。いずれ破産する。これは現実問題ですね。だからマーチンの破産確率検索してみるといいですよ。で、心理上を含めるととんでもない確率ですよ。まあ僕はね、いちいち確率言わないんですけども、販売してる方に迷惑かかると思うんでね。はい。で、次にバックテスト。ひたすらバックテストを取ると。これは非常に重要。最低5年は取って 53.1% 以上のノウハウを作り続けることと、いうことが必要です。で、バックテストの技術がない人は、クラウドワークスとか、アット双方とか、そういったところにね、外注して、僕のノウハウが、今自分のノウハウがどれぐらいのバックテスト、勝率があるのかっていうのを知りましょうと。それも通貨は別に知らなければいけないし、時間別に知らなければいけないし、はい。そういったことをする必要がありますと。で、体感で良くてもね、バックテストは全然結果が出ないことって多数なんですよ。見た目上意外と勝率80、90あんじゃねって思うけど、過去全部検索して5年分やったら、あれみたいな。48% ぐらいしかないっていうのは本当にザラにある。だから、実際に今自分が使ってるノウハウは、過去の経歴からどれぐらいね、お金が増えてるのかって知ることは本当に重要。で、自分の使ってるノウハウ、自分がやってる裁量が、どれぐらいのね、勝率があるかって体感じゃダメなんですよ。実際ロジック、数字に落とし込んで、自分のノウハウはどれぐらいのペースでお金が増えていくのかっていうことを理解しないと、メンタル管理ができないからです。そもそも、ね、勝率 80% のツールですよ、これって言われて、じゃあ、買いました。で、その買ったツールを実際にやりました。で、その 80% だからめちゃくちゃ増えるんじゃないかって思ってたけど、マーチンで 80% だから結局 2% 分しか増えないと。いう風になったら、そんなにお金が増えてない現実を知ったときに、80% あるのにこれしかお金増えてないのは俺がおかしいのかな、それともその販売者がおかしいのかな。まあそういった疑問も解決できないわけですね。ってなったら、自分って納得できますって感じ。で納得できないプラス、なんかお金が増えない、その、現実に不満を抱えると思うんですよ。2% かしか増えないってことは、月間でしたら月利ね、50% もないわけですよ。まあ、エントリー回数がめちゃくちゃ多かったら話は別ですけども、基本的に多分 50% 出ないはずなんです。なんで、10万入金してたら5万増えたらすごいことなんですね。80% でも。そういう世界で戦ってるっていう意識があるかないかで、その自分のね、メンタル管理っていうのも非常に変わってくるので、ちゃんと理解した方がいいと思います。はい。そんなに簡単にバイナリーって10万、20万に簡単になりますみたいな世界ではないのでね。ちゃんと理解した方がいいんじゃないかなと。投資だからバカみたいに稼げるっていう風にそのね、思い込まないっていうことが大切だよということです。で、バックテストを知ることによって自分のメンタル管理ができる、資金管理ができるようになるってことです。だからバックテストがこの2つに紐づいてくるし、メンタルとマネーマネジメントに。で、メンタルがマネーマネジメントとバックテストに関係してくるし、マネーマネジメントがメンタルとバックテスト全部に関わってくるよということです。だからこの3つどれか欠けてた時点で負ける確率って相対的に上がってくるってことなんですよね。だから全部できなきゃいけないよということです。はい。だから全部やるようにしてくださいね。あと双方とかクラウドワークスとか、僕のノウハウってどれぐらい勝率ありますかっていう風なのを検証してくれる方募集しますみたいな感じで募集してみてください。はい。で、次に、行うべき行動ですね。じゃあ今メンタルマネーマネジメント何回かんだよ、本当に。しかも風邪ひいてるから鼻声で若干聞こえづらいけどね。今更言うことじゃねえよって話なんだけど。はい。で、まずこのメンタルとマネーマネジメントと、バックテスト。で、この3つがじゃあできるようになりましたと。なった時に、まあ、これは最低限できたということ時にね、次に行うべき行動っていうのをちょっとお話ししようと思っていて、この行うべき行動ってすごくシンプルなんですね。まず、何回か聞いたことあると思うんですけども、PDCA、プラン、do、行う、C、チェック、確認、A、アクション。この PDCA、
これをぐるぐる何回も回すこと、が非常に大切。で、一つ一つじゃあ、プラン、do、チェック、アクション。これ一つ一つ全部、お話ししていきます。まずプラン、どういう風に決めるかっていうと、まず逆張りなのか順張りなのか、っていうのを決めてください。で、印字は何を使用するのか、何分足取引なのか、月間月利何%狙いなのか、これらをまず目標を決めなければ、プランを作ることができません。で、これらが、この4つが主にメインになってくるかなと。まあ、印字を使わなければ、ローソク足の、ヒゲのパーセンテージ、または、MA の角度、上昇トレンドなのか下降トレンドなのかのプライマリーの確認。まあ、これはローソク足何本分っていう風になるので、まあ、印字を使わなくても一応できます。まあ、終わりに始まりに、期間取ってね、月間単位で1ヶ月で取れるので、そちらを使用しても構いません。で、何分足取引をしていくのか、MTF にするのか MTF にしないのか、っていうところも変わってくるし、まずメインを決めましょう。で、do、実際にどう行うかっていうところなんですけども、実際に行動、次にですね、バックテスト、専用のね、そのインジケーターの作成ですね、バックテスト専用のインジの作成。で、デモ講座でフォワードで回していきましょう。これはできれば自動売買できる人は、自動売買化していくことを推奨します。デモ講座でね。まあ本当はね、本講座の方がいいんですけども、本講座だとお金がかかるから、まあデモ講座でもいいでしょうと。で、バックテストを取得しましょうということですね。実際にこのフォワードテストを取るんじゃなくて、まずバックテストを先に取ってからフォワードを取っていくと。フォワードっていうのは、いわゆる、これから未来相場がどうなっていくか、実際に実践していく、実弾をね、やっていくっていうことですね。で、バックテストは必ず取りましょう。バックテスト取らずにトレードするのは、カジノ行くより本当にギャンブル。カジノってペイアウト2倍だからね、いわばもっとね、ボーナス的なポイントもつくんで 2. 何倍なわけですよ。2.01 倍、2.02 倍ぐらいあるんですけども、バイデンの場合はね、どんなに高くても2倍ですから、カジノの方がまだいいです。カジノ行った方が皆さんいいですよ、だったら。本当にね、バックテスト取らないぐらいだったら。はい。まあなんか僕カジノ好きなんでカジノネタになっちゃいましたけど。はい、次。確認作業と対策をしましょう。時間別で取得。例えば、日本時間がいいのか、ロンドン時間がいいのか、ニューヨーク時間がいいのか、または月曜日がいいのか、火曜日がいいのか、水曜日がいいのか、木曜日がいいのか、金曜日がいいのか。やっぱね、日によってね、癖ってあるんですよ。なんか、例えば、月初の月曜日とか、月末の月曜日だったら、出来高がすごいあるとかないとか、そういう時は、まあ、ATR、ボラティリティ確認してね、ATR が高い時の相場の方が、いいノウハウなのか悪いノウハウなのか、そのノウハウがね、どんな相場に強くて、どんな相場に弱いのかっていうのを知るべき。なんで、ここで確認作業、バックテストの確認作業が必要。で、ここで細かく取らないと、絶対にお金稼げるようにならないですね。一つ一つこう見てって、自分の印字がどんなね、役割を果たして、どんな相場に強いのかって理解できないと、裁量やってても、そんなに強くならないので、必ず時間別で取っていく。また、あれですね、市場、マーケット、どのマーケットに強いのかっていうのを確認する。で、出来高で言うと、ロンドンがね、一番非常に強いわけですよ。マーケットの 40% が、ロンドン市場が占めていると、言われているんですけども、そのロンドン市場でやっぱり強いノウハウっていうのは、日本時間、ニューヨーク時間でも非常に強い傾向があるというところなんで、僕は結構ロンドンっていう時間はね、すごく重視してます。いわゆる16時から21時ですね。はい。ここの時間っていうのは非常に勝率が高いノウハウは、強い傾向にあるなと、今まで調べてきて僕は思ってます。で、次にアクション。対策して再度トライ。例えばこれはバックテストを取っていくとね、どの数字が良くてどの数字が悪いとか、本当に様々あるわけですよ。で、その数字が、あった時に何が悪かったのか。例えばロンドン時間が弱くて、日本時間とニューヨーク時間が強かったですってなった時になんでだろうっていうふうに考えなきゃいけないわけです。で、何か印字を追加して、例えば僕が今お話しした ATR を追加して、出来高がある相場は強い。でも出来高がない相場は非常に弱い。っていう風になったら、じゃあ何かその周期的なものじゃなくて、ボラティリティを示す何かインジケーターを入れることによって、またはローソク足のサイズ、またはピプス、またはヒゲ、とかっていうところに注目を浴びせて、そこにスポットをフォーカスしてから、また新しいインジケーターを作って、またバックテストを取るという繰り返しですね。で、時間別で特徴を見つけたりとかね、市場別とか、指標後に弱い強いとかね、
本当にこうたくさんリサーチすることってあるんですよ。だからただね、シグナルツールをね、見ました、矢印を見ましたってなっても、当然勝てない理由って、どんな時に強くてどんな時に弱いかなんですよ。この詳細はボリューム3でお話ししていくんですけどもね。はい。まずはこの PDCA を回していくっていうことを理解してください。なんで、バイナリーオプションってね、簡単に始められますみたいに言う人多いんですけど、こんなにやることあるんですよ。これやるのどんぐらい時間かかるかって言ったら、1ヶ月かかりますからね。本当に大変。もちろんね、この PDCA 回すのは自分のノウハウ、本当に裁量で絶対的にもう投資で食っていきたいっていう方に向けてなんですけども、そうじゃない人はもちろんね、ボリューム3からこう、今のインジケーターを使ってもね、勝てる方法っていうのを教えていくんですけども、まずね、その本当に投資で食っていきたいと思うんだったら、この PDCA 必ずやってください。バックテストも取るっていうことも必ずやるということ。はい。ということです。で、結局今日のまとめすごいちょっと長くなっちゃって、10分ぐらいで終わらせようと思ったんだけど、話してたら長くなっちゃったんですけども、この PDCA とメンタルマネーマネジメントバックテスト、これがまずね、すべての軸になります。これからね、ボリューム2、3、4、5と、6、7、8、9と、全部いっぱいリリースしていく中でも、まずこれができなきゃ勝てないよということを頭に入れてください。簡単にバイナリーオプションを勝てるものじゃないよと。本当に投資っていうのはそんなに甘い世界じゃないということだけ本当に覚えてほしいなと思っていて、なんでこんなことを強く僕は言うかっていうと、例えばね、アフィリエイトとか転売とか、いろいろ様々ビジネスモデルっていろいろあると思うんですけども、そっちだったら大した損しないんですよ。ね、転売だって在庫抱えたってどうせ売り切りはね、金になるわけだし、アフィリエイトだって広告費使ったって、ね、なんとかね、多少収入に入るわけだし、ブログなんかでアフィリエイトしてるような人なんて別に初期費用ゼロだしね。でもバイナリーオプションってお金でお金を増やすビジネスなんですよ。ってことは負けたらお金を失うんだよね。でも痛いじゃんって。お金なくなるの嫌じゃんと。お金稼ごうと思ってバイナリーオプション、FX、暗号通貨始めようと思ってるのに、そのお金を使うことにね、なんで抵抗を持たないのかなって思うんですよね。だって怖いじゃん。お金を失うって怖いじゃんと僕は思うんですよ。だからお金を失わないように一生懸命頑張らなきゃいけないと思ってやるのに、なぜかわかんないけども、普通にそこら辺のシグナル買って、そのシグナルの勝率も知らずに普通に淡々とできる神経が頭いっちゃってんなって僕思うんですよ。だからちゃんとね、知らなきゃいけない。またはね、その本人が販売してる方がね、バックテストこれだけありますってね、ちゃんと丁寧にね、BO アナライザーとかグラフ値とか、バックテストの結果とかを細かく載せてくれて、やってくれてる方だったら話は別です。でもそういう方って僕はあんまり見たことないので、ちゃんとね、シグナル買ったら、買ったね、自分で調べるとか、教えてもらうとかしないとダメ。で、その損益分岐がどれぐらいの戦いを自分がしてるのか。例えば 54% のノウハウシグナルだよって言われたら、結構負けるんだと。ってことは負けること、10連敗ぐらいは別に許せることなんだなっていうふうに思えるわけじゃないですか。じゃあ10連敗したらしょうがねえや。そしたらまた10連勝するのかなとか。10連敗するノウハウだったら15連勝しなきゃいけないんですけどもね。っていうようなノウハウだったりとか、どういう特徴があるかっていうのを分からないと、本当にメンタル管理もできない、資金管理もできない、PDCA 回すこともできないっていう風になっていくので、まず自分のね、お金を大切に思って、その自分のお金を増やしていくっていうことを考えたときに、怖いんだよと。調べなきゃいけない、すごく地道な作業なんだなっていうことを本当にこの動画で知っていただけたらなと思います。簡単なものではないよと。もちろんね、覚えたらね、ものすごくいいもの。一生お金稼げるし、僕なんかね、別にどこの国にいたって、どんな場所でも、お金稼げます、本当に。で、たとえね、お金がね、0円になりましたって言ってもね、そこら辺からお金借りて100万円あったら、僕はもう明日には1000万にする自信がある。それぐらいの自信が僕はすごく投資を覚えてよかったなって思う、ところ。お金があるよりお金をね、すぐに生み出せる自信の方が僕は価値があると思ってるから、だからこの軸を覚えることによって皆さん自身もそうなれるなと思うし、僕自身そうなってきたからこの動画を作成してますと。で、これができてから、
レジスタンスとかサポートラインとか、トレンドラインチャンネルとか、三角保ち合いとか、そういったことを覚えていくようになるわけですよ。まずはここを軸にして、やっていくっていうことを覚えておいていただければなと、今日の動画で頭に入れておいていただければなと、思ってます。そして自分が軽症、通常、重症、どの患者に値するのか。重症患者は本当にこの動画何回も見て頭にすり込んだ方がいいし、まずプライドをなくした方がいいし、フラットな目線で全ての物事を見ていくっていうことをしていただければなと、思っております。はい。で、次回なんですけども、バイナリーホスピタルボリューム2、ロジックを理解する最低限のファンダメンタルズというところについてお話をさせていただきます。はい。本日の講義は以上になります。じゃあ次回の動画もお楽しみにしててください。バイバイ。